不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。これは東京練馬区に在住の仮名ですが大沢さんという70代の男性から伺ったお話です。大沢さんはあることがきっかけで知人の娘さんの後見人になったそうです。そしてそうなるまでの過程で起きた不可解な出来事を私に語ってくれました。今から30年ほど前、大沢さんの知り合いに横田さんという東京で大工さんをしていた若い男性がいました。ここからは大沢さんから聞いたその横田さんの話になります。横田さんには年の近い奥さんがいたのですが、その奥さんと知り合ったのは20代の頃、彼女の家の建築を請け負ったことがきっかけだったそうです。奥さんには親から受け継いだ財産があったので、若くして自分の家を建てることができました。それでその横田さんが建てた彼女の家に大沢さんの言葉を借りれば、横田さんはちゃっかり転がり込み、結婚後も一緒に住んでいました。そしてしばらくして横田さん夫婦には女の子が生まれました。ところがその生まれた娘さんは幼少期の頃から他の子と比べて何かがおかしかったそうです。そして成長とともにそれが発達障害と分かり、その後統合失調症も発病していったということでした。横田さんは娘さんにあまり愛情がなかったらしく、子育てはすべて奥さんに任せっきりで、世話はほとんどしませんでした。そして娘さんが12歳になった頃でした。その奥さんががんを患っていることが分かりました。もうすでに末期に近く、ほとんど回復は不可能だったそうです。横田家を襲った突然の不幸でしたが、入院中の奥さんの代わりに横田さん自身が障害のある娘さんの面倒を見なくてはならなくなりました。でもそんな急には障害のある娘さんの世話ができるわけもなく、傍から見てもほぼほっぱらかしだったそうです。そして3ヶ月も経たないうちに奥さんの命が尽きる時が来ました。横田さんと娘さんの見守る中、突然奥さんが夫の腕をつかみ、怒りに近い強い決意とも取れるような目をして、娘のことは頼みますよと言いました。それは横田さんが娘さんに愛情がないのを分かっていたので、きちんと娘の面倒を見ることを確約させたかのようでした。そしてその言葉を最後に奥さんは亡くなりました。横田さんも障害のある娘さんも一通り奥さんの死を悲しんだそうです。そして奥さんの葬儀を近くの斎場で執り行うことになりました。話をくれた大沢さんもその葬儀に参列したそうです。斎場には横田さんの奥さんの親類縁者、友人など多くが来ていました。早速横田家の宗派のお坊さんがお経をあげることになりました。白い菊で飾られた祭壇の前に奥さんのご遺体が眠る棺桶が置かれていたそうです。葬儀の参列者はみんなお経を唱えるお坊さんの後ろで静かに座っていました。その最前列に横田さんが座り、その横に娘さんがおとなしく座っていました。するとお経を唱え出してちょうど中頃でした。突然祭壇の前の棺桶がガタ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 という大きな音とともに揺れ出したのです。横田さんはうわっと思わず声を上げて驚き、その場にいた参列者全員もなんだどうしたとざわつきました。一瞬地震かとも思い、お経を読んでいるお坊さんが一旦中断すると、間もなく奥さんの棺桶の揺れも収まっていきました。棺桶だけが揺れた様子を目撃した参列者全員が、なんで揺れたんだ、調べた方がいいと口々に言い出し、すぐに葬儀場の担当者が確認することになりました。その場の全員が神妙にその様子を見ていました。すると棺桶の中には
痩せ細った奥さんのご遺体が何の異常もなく静かに眠っていたそうです。また外側や台などをあちこちを確認しましたが、何も異常はありませんでした。どうして棺桶だけが揺れたのかは大きな謎で妙な出来事でしたが、みんな気を取り直してまた中断した葬儀を続けたそうです。するとその後は特に何事もありませんでした。結局無事に火葬も済んだのですが、あの棺桶が大きく揺れたことは時間が経つにつれ、横田さんにも参列者にも不可解で、気味が悪いとしばらく噂になりました。そしてその噂も聞かなくなった頃、横田さんはもう奥さんがいない今、大工仕事をほとんどやめてしまい、奥さんが残した財産を食いつぶしていくようになりました。そんな暮らしを続けてしばらくしてからです。横田さんは新しい女性と知り合い、付き合いが始まりました。そしてその女性とうまくいきたいため、障害のある娘さんがいよいよ邪魔な存在になっていきました。娘さんを家に一人でほっぱらかしにして、女性の家に泊まりに行くことも増えていったといいます。大沢さんは何回か横田さんに娘さんの世話をちゃんとするように諭しましたが、分かってる分かってるというだけで改善されることはありませんでした。そんな最中のある夜のことでした。その夜はたまたま横田さんは娘さんと二人で寝ていたそうです。深夜も過ぎた真夜中、突然窓ガラスをバンバンバンと激しく叩く音がしました。びっくりした横田さんは誰と叫んで飛び起きたそうです。それは部屋の窓を誰かが外から叩く音でした。横田さんは最初、発達障害の娘さんが夜中に起きて外を徘徊し、中に入れろと窓を叩いているのだと思いました。でも娘さんは横の布団で音にも動じずぐっすり寝ていました。そこで横田さんは実際に誰かが外にいるのだと思い、すぐ窓を開けて庭を見たそうです。すると開けた窓の外、横田さんの目の前に亡くなったはずの奥さんが宙に浮いていました。横田さんは心臓が止まるかと思うほど驚いたそうで、背筋が凍りつきました。奥さんは生きていた時の姿そのもので、しばらく夜空に浮いたまま横田さんをじっと見下ろしていたそうです。その目は亡くなる直前に自分の腕を掴んで娘を頼みますと言った時のように怖いくらい鋭く何かを伝えようとしていました。その様子を見て横田さんは恐怖感より奥さんが何を自分に伝えたいのかが気になりました。でもその時ふと横田さんは、ああ、自分にお礼を言いに現れたのかと感じたそうです。きっと最後に今までありがとうと言えなかったことが心残りだったのだろうと思いました。そこでその奥さんの感謝の気持ちに横田さんもありがとうと返しました。するとその言葉を聞いて奥さんはスーッと夜の帳に吸い込まれるように消えていったということでした。さてその次の日、横田さんは真っ先に大沢さんに真剣な面持ちで「昨夜妻が訪ねてきたんだよ」と奥さんの幽霊が現れたことを話しました。そして横田さんは「妻は自分にお礼を言いに現れたようだ」とも言っていたそうです。幽霊を信じるかどうかは別として、大沢さんは横田さんが自分に都合よく考えているだけなのではと思いました。彼の今までしてきたことを見て、奥さんが横田さんにお礼を言いに現れるなんてことがあるのだろうかと内心思ったそうです。それから間もなくして横田さんは付き合っていた女性と再婚し、
一緒に暮らすことになりましたが、当然5歳さんも義理の娘さんの世話は見ませんでした。結局お荷物の娘さんは障害者の保護施設に預けてしまい、しばらくその施設に入っていたそうです。そして何年かして娘さんが成人するや否や、横田さんの保護者義務がなくなったことをいいことに、娘さんを施設から出してすぐに生活保護を受けさせました。その生活保護費はすべて横田さんが預かり、その中から1万円分だけカップラーメンを購入して娘さんに食事代わりに与えていたそうです。つまり生活保護費は横田さんが使い込んでいたということです。ここまでの様子を見て大沢さんはついに呆れ果てたそうで、おそらく前妻は横田さんはあの世で間違いなく呪っていると思ったそうです。そして案の定、それからいくらも経たない頃でした。横田さんは急に背中の肩甲骨のあたりにおかしな痛みを感じたそうです。遊びほうけていたので、そのせいだとずっとマッサージなどを受けていましたが、それは細菌が心臓に付着して起きた症状の痛みでした。そしてまだ40代の若さで、突然ある朝、家の玄関先でパジャマのまま倒れて亡くなっているのが発見されました。死亡時刻は深夜2時頃で、死因は心臓発作でしたが、横田さんの死に顔は恐怖におののいたような表情だったと言われています。でもなぜ真夜中に起きて玄関に行ったのか、そこで何があったのか、何を見たのか、それは謎のままでした。ただ大沢さんは彼が最後に見たものは前妻の怨霊だったのではないかと思いました。ところで横田さんの死後、残されたご財産がうまいこと家やお金などすべての財産を横田さんから相続して全部持っていったということでした。ですから障害のある娘さんはビタ一文父親の遺産はもらえませんでした。でもその家などの父親の遺産は元はといえば娘さんのお母さん、つまり亡くなった前妻の財産でした。最後に大沢さんは身寄りのないその娘さんの後見人になり、娘さんは現在40代で障害者グループホームで暮らしているということです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。